ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナの戦況解説です。現在、激しい戦闘が陸上を中心にして行われているウクライナ情勢なのですが、今回最初に取り上げる話題は、黒海においてロシア海軍もしくはロシア空軍の力が衰え、ウクライナ軍がこの地域のコントロールを取り戻しつつあるという話をしようと思います。黒海というのはウクライナにとっては輸出するために非常に重要なルートであり、輸送船にとっての安全を確保するためにはロシア軍が長距離ミサイルを撃ち込む可能性もありますから、安全な航路として復活させるのは非常に難しい状態です。しかし、そうした遠距離攻撃ではなく日常的な行動として、どちらの方がこの海域をコントロールするかというのは、両軍の力関係が今どうなっているかを知る上で非常にわかりやすいポイントです。というわけで今回は、黒海におけるロシア海軍やロシア空軍の力が衰えている証拠として、今黒海で何が起こっているか、そしていつものように戦争研究所の地図を引用しながら、ウクライナの戦況解説を行っていきます。それでは関連ニュースを見ていきましょう。ロシア軍の占領している地域は赤く塗られている部分です。こうした表示は戦争研究所の発表している地図を引用しながら解説をさせてもらいます。現在、ウクライナの東部戦線、南部戦線における戦いは継続的に行われており、ウクライナ軍が特に東部バフムトや南部ザポリージャ州において領土の奪還を進めているところです。一方において東北部クピャンスク戦域においてはロシア軍が攻勢に出てウクライナ軍の動きを制約するのではないかと見られていたわけですが、現在のところロシア軍の攻勢は頓挫しているところです。というのもウクライナ軍が南部地方における奪還を進めることにより戦力の不足といったものが発生したことからロシア軍は東北部から南部へと部隊を移動させているのです。しかし、援軍として到着した部隊が早々にウクライナ軍に対する反撃作戦で用いられ、ウクライナ軍に激しい攻撃を受けてかなりの損失を出しているとも伝えられており、東部戦線から引き抜かれる部隊の数は今後も増加するのではないかと見られています。そしてこうした地上戦だけではなく海においてもロシア軍の侵略した占領地といったものがあります。それが黒海にある石油や天然ガスの採掘基地です。ウクライナ国防省の発表によると、黒海海上にあるガスや石油の掘削リグ、通称ボイコタワーのコントロールを取り戻したと発表しました。黒海には石油や天然ガスの海洋基地があります。これらなのですが、2014年、ロシア軍がクリミア侵略を行いました。これにより、黒海におけるロシア軍の特に海洋域における侵略といったものも同時に行われたことから、2015年ロシア軍に占領されてしまったのです。以後ロシア軍はこれらの海洋基地において、ロシア空軍のヘリコプターの離発着や周辺海域の監視、また通信の傍受やレーダー基地の設置などを進めてきました。しかし、ここ最近ではウクライナ軍が対艦ミサイルネプチューンの開発を進め、この海域におけるロシア海軍の動きを大幅に制約することに成功しています。また、地上攻撃用のミサイルについての開発や射程の長いドローンのクリミア半島への投入などもありますから、ロシア空軍を牽制し、この海域におけるウクライナ軍の動きも改善傾向にあります。こうした状況の中、ウクライナ軍は海洋基地を奪還することに成功したのです。ウクライナ軍によると、こうした海上基地の奪還に伴ってレーダーや通信機能をロシア軍から奪うことにも成功し、ロシア軍の力が衰えていることをはっきりと示しました。次に東部戦線の戦況、詳細を見ていきましょう。東部戦線、一番北のクピャンスク戦域におけるロシア軍の攻勢は、はっきり言って停滞しています。ウクライナ軍による激しい抵抗にもあっている。それに加えて、ロシア軍自身がこの周辺域からの部隊を引き抜いて南部に送っていることから、攻勢の迫力があっという間に失われています。そのため戦争研究所では激しい戦闘は起こっていない小競り合い程度であるとして、丸印をここ先につけなくなっています。そして少し南、バフムト周辺における戦いでは、ウクライナ軍の領土奪還がじわじわと着実に前進しています。バフムト周辺における戦いは、バフムトそれ自体を取り戻す戦いというよりも、バフムトを罠として有効活用しようと、町周辺部をウクライナ軍が少しずつ削り取っているところです。ロシア軍の抵抗が続いていたクリシフスカなのですが、こちらにおいては、
ウクライナ軍がほぼ奪還を果たしたのではないかと言われています。続いて南部戦線ザポリージャ州オルハボ戦役。南下するウクライナ軍がロボティネを奪還した以後、東部戦線から回ってきたロシア軍の部隊が反撃戦に投入され、ウクライナ軍を食い止めようとしました。しかし、こうしたロシア軍の反撃は成功せず、かなりの打撃を受けたようです。それ以後においても、ウクライナ軍はじわりじわりとロシア軍陣地を攻略しています。特に正面突破を果たした陣地、そこからはロシア軍の陣地の背後や側面を突く動きも見られ、奪還作戦は継続的に行われています。こうしたこともあって、戦闘の様子を伝える動画というのも継続的に発表されているのですが、ウクライナ軍による戦車によるロシア軍陣への襲撃や、装甲車と歩兵による連携攻撃などについての動画なども立て続けに公開され、ウクライナ軍が主導権を持ってロシア軍陣地を襲撃し続けていることを示しています。ただし、こうした陣地を一つ一つ攻略していくのには時間がかかりますから、地図に反映される奪還領域がどうしても小さく見えがちという問題はあります。ウクライナ軍はこうした地道な進展をもってしてロシア軍を徐々に追い詰めていくことを受け入れており、いわゆる劇的な大勝利の連続に伴ってあっという間に戦争が終わることは今の現状からは考えられないとして地に足のついた戦いを実行しています。一方、戦いの連続で兵器類などが損失が続くロシア軍からはこのような映像が流れてきました。こちらはロシア軍に配属された戦車なのですが、非常に古い戦車 T55 がまとまった数配属されているようなのです。これまでロシア軍の古い戦車といえば、倉庫から引っ張り出してきたものを少しずついろんなところでちょこちょこと配備してはやられてしまうといったことが繰り返されていたのですが、これはあくまでも補助的な戦車として用いられてきたからです。今回の映像でまとまった数が配備されたということは、もはや補助的な戦力というよりも部隊の主力としてこの戦車を使いなさいという考えがロシア軍の司令部として現場へと降りてきたことを少し示しているのだと思います。東部戦線から精鋭部隊が引き抜かれて南部戦線に投入されるというのをロシア側の軍事情報を書いている人たちは非常に喜ばしいことだと書いていたわけですが、援軍の到着早々彼らが反撃作戦に用いられ、そしてウクライナ軍の反撃にあってあっという間にガタガタになってしまったということを彼らはあまり認めたがらないようです。基本的には援軍が到着することによって非常に守備陣地が強固になるというのがロシアの軍事ブロガーの大方の見方だったからです。このような考え方の差が出るというのはどうしてもロシア軍の司令部としてはウクライナ軍の攻撃を明確に弾いた上で奪還された地域をさらに取り戻すんだ。もっともっと侵略して占領地を増やしたいんだという欲があるからこその行動だと思われます。しかし、精鋭部隊として用いられた部隊がどんどんとすり減らされる状況の中においては、ロシア軍の守備全体の力も落ちてこざるを得ません。ここ最近では、ウクライナの南部戦線、そこから一歩離れた少し脇の地域においては、ロシアの防空網がもはや機能していないのではないかと見られる現象として、ウクライナ軍の大型ドローンバイラクタル TB2 が地上攻撃に戻ってきたぞという話などもあります。そして今回黒海における海上基地をウクライナ軍が取り戻したという話も、やはりそのようなロシア軍にとって守りを固めなければならないとして、ザポリージャ州における戦力集中に見られるその脇において、もはや黒海などは切り捨てる対象として彼ら自身が見ているからこそ、ウクライナ軍が奪われたものを取り戻すといったことを実施できているわけです。しかしそのような脇の部分の守りを薄くすればするほど、結局のところロシア軍にとっては後々災いの元となります。例えば海上基地が取り戻されて、レーダー施設などがウクライナ側に渡ったということは、それだけロシア軍にとっては目となるレーダーや通信中継基地を失うことになりますから、行動が制限されることとなります。ましてやそのような海上基地にもしもウクライナ側が監視網を張り巡らせるようなことになれば、ますますロシア軍の空軍も海軍もこの地域における行動ができなくなっていきます。というわけで今回の動画はここまで。南部戦線において守りを固めようとするロシア軍ですが、それに伴ってかえってその脇腹は非常に手薄になりつつあります。ウクライナ軍がそこをうまくついている行動をとっているため、
このようなボディーブローは必ずロシア軍にとって蓄積ダメージとなります。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。